ガー見つけたという歌があるじゃないですか。小さいというのがポイントなんですが、秋そのものが小さくなりつつあるそうですね。お久しぶりです。諸事情によりしばらくの間動画投稿を止めておりましたが、年末に向けて弾力的に動画制作の方をしていこうと思っています。日本からは四季が消えて寒気になるというような声をたまに聞きますが、確かに日本の秋はどんどん夏と冬に押しつぶされて消えてしまいそうな状態ですね。10月まで猛暑やら台風やらを引きずって、これから涼しい季節になるぞと思ったら二言目には冷たい冬の空気ですよ。秋が消える割には春には何の変化も感じませんね。とはいえ消えるならともになくなって日本は四季から二季にへと移り変わることでしょう。外に出て寒くと思ってもその日の気温は15度。本当の冬はまだまだ厳しいという現実を突きつけられ、暑さしかり毎年厳しい気温に苦しめられていますね。多分毎年のことだとは思いますが、しっかり体も冷えまして、風邪症状が出る始末です。寝ている間は無意識に布団を剥いでいるとか、思いもよらないところで風を持ってきていると、そう思います。昨日までは適温だったのに今日は急に冬日になるなど、気温の情報は欠かさずに仕入れるべきだと思います。特に服装にそれを反映しますね。昨日半袖だったから今日も半袖でいいと確実には言えませんから、脱ぎ着で調整できればいいですけどね。とにかく夏と冬の境目が明確になったのではないかと私は思います。昔あったものが今になってなくなっているというのはよくあることですが、それは寂しいことですよね。逆に昔なかったものが今あるとしても、それはあまりいいものではないなど、豊かだった生活は過去のものになりつつあるような気がしてなりません。とはいえそんなマイナス思考ネガティブ思考ばかり持っていてもメリットはありませんね。目の前に広がる世界に目を向け、現実を受け入れ、その中で最大限生きていきましょう。さて、前置きはこの辺にして、今回話題にしたい内容は大事なことなので一度しか言わないというのは実は理にかなっているという話です。そうは言っても僕の独断と偏見 100% ですから、あくまで意見の一つとして見ていただければと思います。今から言うことは大事なことですので1回しか言いません。1回しか言いませんから必ずメモを取り覚えて帰ってください。ゴータン Q チャンネルは2024年の8月に開設5周年、11月に投稿開始5周年を迎えました。と学校の先生か誰かが言ったとします。まあこの例は大事でも何でもないですけど、聞く側が大事だと感じたかどうかはどうでもよいです。例えば遠足のおやつは300円までだと言われたとして、子供がそれを聞き流したとしても、そういうルールが定められているのならそれは大事なことですからね。さて、ここからがポイントです。大事なことだから一度しか言わないということは、内容を聞けるチャンスは1回きりだとはっきり宣言されたことになります。1回しか言わないのは不親切に感じるかもしれませんが、1回しか言わないぞと宣言することによって、不親切でも何でもなくなります。絶対に聞き逃さないように通常よりも集中して話を聞きますからね。何度も同じことを言っていたら、そのうち忘れていきます。何の印象にも残らない場合すらあるでしょう。だからこそ、これは理にかなっていると言えます。もう一つ別の例を考えてみましょう。何回失敗してもいい場合と、失敗が許されない場合では、どちらの方が失敗率が低いでしょうか。失敗が許されないというプレッシャーから逆にミスリードされてしまうのを考えると、失敗しない確率より神経を集中できるかに重きを置きましょう。言うまでもなく、後者の失敗が許されない局面の方が集中するでしょう。なぜなら、失敗したらそこで終わってしまうからです。前者の失敗していいパターンならば後があるという甘えがどうしても心の奥底に出てきてしまって、失敗を誘発する可能性が高くなると思うのです。さらに言えば、この動画を見ているそこのあなた、何期はあと何期残っていますか？0期ですね。人は一度死んだらそこで終わりです。やり直しはできません。しかしゲームならここにいくらでも死ねます。ゲームオーバーになっても最初からやり直せます。ましてや残機があるならコンティニュー1から再開できますよ。そう考えると、ゲームとあなたの人生、どちらの方がより力が入っていますか？今を一生懸命に生きていますか？おのずと答えは出てくると思います。メモを取る習慣も見る習慣もない僕的には一度しか言われない側としてはあまり宣言してほしくないことの一つかなというスタンスではあります。聞き逃したらまずいし、人に聞いても10回、5回、嘘が含まれていないことを約束できませんからね。さて、動画時間は今3分になったところですが、もう一個小話いきますか。YouTube におけるチャンネルの乗っ取りに関しては東方の耳にもその情報は入っております。テレビ番組の無断アップロードだけだと思っていたんですが、どうも最近はそれだけではないみたいです。これはGoTanQチャンネルにも、視聴者のあなたのアカウントにも付きまとうリスクですから、私の目に映った光景を思うままに伝えようと思います。ショート動画を見ていると、たまに海外の動画を日本語で解説したようなものや、雑学系の動画が流れてきます。大体は機械音声って個人制作のようなものです。しかし、そのフォントは日本で通常使われているようなものとはおよそ違うのです。ということは、海外の人が動画を拾って日本語に訳して使っているのでしょうかね。何個かそういう系のチャンネルを捕まえてきました。例えばこのチャンネル、視聴可能な最古のショート動画は2024年7月1日、今年の夏ですが、チャンネルの作成日を見ると、2013年7月23日です。ある程度乗っ取り問題を知っている人なら、このチャンネルがもともと別の人物のものだったのではないかと推測するでしょう。しかし、これに関しては証拠はないのであまり詮索はしないでおきましょう。動画を見る感じでは普通に業者が適当に作っている感じがして、チャンネルの概要も翻訳したような字面です。国が日本となっていますが、こんなのは当てになりません。他のチャンネルも見てみましょう。これとか、これとか、これは作成日が新しく新規で作成したものなのでしょう。日本人からすると意味不明なハンドルのチャンネルもありますが、そして概要もおかしいし、海外のチャンネルで間違いないかなと思います。続いてこちら、これも作成日が11年前で、乗っ取ったかずっと使ってなかったのを再始動したかは知りませんが、毎日更新とか、あとはボイスボックスを使う上で必要な動きをしていますね。概要欄も書かれており、なんというか、これ系のチャンネルでは一番力が入っているように見えます。こういう個体差は何なんですかね。さて、ここまで軽く紹介して興味を持ってもらいましたが、ここから闇を暴いていきますか。これ、チャンネル名やアイコン、ハンドルがショート動画の節と合っていません。そして消し忘れたのか、全く関連性のない動画が残されていました。これ、普通に明け渡したんならいいんですが、そうでないんなら黒確定ですよね。まあ合法的にやったと信じておくとしましょう。次はこちら、同じようにショート動画が上がっていますが、通常動画が1本だけ残っています。これを見て乗っ取られたかどうかを判断するのは難しいですが、一つ方法があります。チャンネルを共有というところから ID をコピーして、それを用いてアーカイブを調べてみました。すると、似たような動画が以前はアップされていたことがわかります。チャンネル名も違いますね。ということはこれも白か黒かは別として別人の手に渡ったチャンネルと判断できるでしょう。そして個人的によく見かける乗っ取り被害はこれだと思います。普通にお笑いと検索してみましょう。
さすがに検索結果の上位は公式から出ているものですが、少しスクロールすると日本語でないチャンネルでテレビ番組をそのまんま上げたようなものが出てきました。案の定、そのチャンネルの過去動画は海外のものです。これは何でしょうか？中川家が好きな人がチャンネルの運営権を握ったんでしょうか？そしてこのチャンネルの過去動画を探ってみると、無断転載チャンネルになる前にも一回運営者が変わっているような気がします。映っている人が変わってますからね。まあその辺を探るのはやぼったいですね。ちなみに外国のチャンネルだったと思いますが日本から配信されています。青い座席から即座に首都圏だと気づいたのは内緒です。さて、本日の動画はこの辺で終わりにしておきましょうか。それぞれ独立した一本の動画にしようと思ったのですが、さすがに喋ることがなくなってしまうので、動画時間を5分以上にするために話題を詰めました。YouTube に限らずアカウントの乗っ取りはあなたの近くに忍び寄っています。気をつけましょう。ご視聴